放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第22話、幼く日の茶会リーナ過去編旅立ちの涙。リーナが生まれ育ったのは、深い森の中にひっそりと存在する猫耳族の集落だった。他の種族からの支配が及ばないこの地で、猫耳族は長い間、自分たちだけの文化を築き、つつましくも平和に暮らしていた。リーナは、その村の狩人の家に生まれた。父は弓の名手であり、母は薬草に詳しく、村の人々の病を治す役割を担っていた。二人とも穏やかで優しく、リーナにとっては何よりも大切な存在だった。リーナ、いつかお前も立派な狩人になれるよ。私もパパみたいに強くなりたいにゃ。そんな夢を抱きながら、リーナは毎日、森の中を駆け回っていた。しかし、猫耳族の楽園ともいえるこの村は、決して安泰ではなかった。なぜなら、魔族たちが彼らを商品とみなし、時折、襲撃してくるようになったからだ。特に最近になり、魔族と契約を交わした魔獣兵などが、頻繁に村の近くをうろつくようになっていた。魔族たちがなぜ猫耳族を狙うのか。それは彼らの特殊な身体能力や魔力で癖の高さに目をつけ、奴隷として売りさばくためだった。それでも村の戦士たちが奮闘し、これまでの襲撃は何とか退けてきた。リーナもまだ幼いながらに、森に張り巡らされた警戒網の中で小さな役割を果たし、村を守ることに誇りを感じていた。だがその日が来るとは誰も思っていなかった。運命の夜、空には月が輝き、いつもと変わらぬ静かな夜だった。だが、突如として村の外れから悲鳴が上がる。敵襲だ。魔族の傭兵団だ。鋭い叫び声が夜の静寂を破り、村のあちこちから人々の慌ただしい声が響いた。リーナは寝床から飛び起き、外に飛び出した。村の入り口付近には、黒い鎧をまとった傭兵団が押し寄せていた。彼らの手には剣、槍、そして燃え盛る松明が握られている。猫耳族を捕らえろ。こいつらを売れば大金が手に入るぞ。抵抗するなら殺せ。傭兵たちは笑いながら村人たちを襲い始めた。リーナ、すぐに森へ逃げなさい。父の叫び声が聞こえた。見ると、弓を構えた父が必死に敵を迎え撃っている。パパ、ママ、私もみんなと戦うためよ。リーナ、あなたは生き延びなさい。母は涙を浮かべながらリーナの背中を押した。しかし、リーナは足がすくんで動けなかった。燃え上がる家々、倒れていく仲間たち。私も戦えば、みんなを助けられるかもしれない。そう思った瞬間、目の前で父が剣を振るう敵の攻撃を受け、膝をついた。パパ、リーナは駆け寄ろうとしたが、母が強く腕を掴んだ。お願い生きて。母の最後の言葉を聞いたその時、リーナの視界は涙で滲んだ。そして次の瞬間、母の手が振り払われる。傭兵が彼女の髪をつかみ、無理やり吹き剥がしたのだ。お、いい獲物だな。やめて。リーナは絶叫した。その直後、父の最後の矢が放たれ、傭兵の喉を貫いた。母が解放されたのを見て、父は力を振り絞り、リーナに向かって叫んだ。リーナ、行けー。その言葉が、リーナの心を締め付ける。リーナは涙を流しながら、必死に森へと駆け出した。背後では、村が燃えている。母の叫び、父の最後の姿、すべてが、彼女の
日のリーナは誓いを立てた。孤独な旅の始まり。リーナは森の奥深くで目を覚ました。昨夜の出来事が悪い夢であってほしいと願ったが、現実は非常だった。村は燃え、両親はいない。ここでじっとしていたら私も見つかってしまう。涙をこらえ、彼女は震える体を無理やり起こした。食料も水も何もない。春野は昨夜の出来事が染みついた服と心に突き刺さる痛みだけだった。強くならなきゃ、生き延びなきゃ、何度も自分に言い聞かせるようにしながら彼女は森の中をさまよい歩く始めた。生存のための戦い。森の中は静かだった。しかしそれは決して安全を意味するわけではない。リーナの耳は草むらを揺らすかすかな音を捉えた。振り向いた瞬間、彼女の目に映ったのは大きな狼だった。冷たい視線でこちらを見つめる獣。体は痩せていたが、それでも幼いリーナよりはるかに大きい。生存競争の厳しいこの森では、弱者は捕食者に食われる運命にある。リーナは足を震わせながら必死に考えた。逃げるべき。でももう逃げたくない。両親を失い何も守れなかった無力感が胸を締め付ける。もう二度と自分を弱いとは思いたくなかった。うわー。リーナは落ちていた木の枝を拾い狼に向かって振りかざした。しかし狼は簡単にそれを避け、鋭い牙を向くため、このままじゃ。その時だった。風のような速さで何かが駆け抜け、狼が鋭い悲鳴を上げた。お前、こんなところで何してる？低い声が響く。目の前に立っていたのは黒い毛並みを持つ猫耳族の青年だった。彼は素早く短剣を構え、狼を牽制している。狼は青年の下腹に押され、静かに森の奥へと退いていった。リーナはようやく力が抜けたように地面に座り込む。助けてくれてありがとう。青年はリーナを見下ろし、ため息をついた。お前、羽鳥なのか。そうか。まあ、助けちまったんだから放っておくのも気が吹けるな。青年は肩をすくめるとリーナに手を差し伸べた。俺はカイル。お前、名前はリーナか。強くなりたいか。その言葉にリーナの耳がぷくりと動く。強くなりたい。それは彼女が何度も何度も心の中で誓った言葉だった。なりたいにゃ。ならついてこい。狩りの仕方、戦い方、生き延びる術全部叩き込んでやる。カイルの言葉にリーナは迷わずうなずいた。こうしてリーナの新たな生存の旅が始まった。狩人としての修行。カイルは森の奥にある小さな隠れ家にリーナを連れて行った。そこはかつて村を追われた猫耳族の者たちが身を潜めていた場所だった。リーナはそこでカイルから様々な生きる術を学んだ。最初に教わったのは獲物を狩る方法だった。狩りはな、ただ獲物を追いかけるんじゃない。相手の動きを読むことが大事なんだ。カイルの言葉を胸に刻みながら、リーナは木々の間を静かに移動する方法や獲物の習性を学んでいった。次に学んだのは武器の扱い方。お前は小柄だ。から力任せじゃ勝てない。速度と技術で戦うんだ。弓の使い方、短剣の扱い方、そして素早く敵の懐に潜り込む戦い方。それらを学ぶ中でリーナは少しずつ自信を取り戻していった。孤独の中で得たもの。カイルと過ごす日々はリーナにとって新たな希望だった。お前、すぐに顔に出るな。そう、そんなことないよ。強がるなよ。そんな軽口をはたき合う日々の中でリーナは少しずつ笑顔を取り戻していった。しかしある日、カイルはリーナにこう言った。ここで生きるのも悪くないが、お前にはもっと広い世界を知ってほしい。カイルがふとそんなことを口にしたの
職業の人間たちがいて、見たこともない食べ物がたくさんある大きな市場では、珍しい品物が並び、金融詩人は楽器を奏でながら物語を語る。魔法を扱う者がいて、強い剣士がいて、そんな場所に行ってみたい。イーナの胸に知らない世界への憧れが芽生えていた。カイルはそんな彼女の様子を見てふっと微笑んだ。お前、外の世界を見たくてたまらないんじゃないか。その顔はそう言ってるぜ。カイルは焚き火に木の枝を投げ入れ立ち上がった。もし外に出るなら、ここにずっといるよりももっと強くなる必要がある。世界は広いが、それだけ危険も多いからな。私、強くなる。イーナは真剣な眼差しでカイルを見上げる。強くなって、いろんな場所に行って、いろんなものを見て、もっとたくさんのことを知りたい。いい決意だ。カイルは満足げにうなずくと、彼女の頭をコンと撫でた。よし。なら明日から特訓だな。旅に出るなら、最低限の戦い方と生き抜く術を身につける必要がある。イーナは勢いよくうなずいた。胸の奥から熱い気持ちがこみ上げてくる。カイルに拾われた日、森の中でただ震えていた自分。弱くて、何もできなくて、守られるだけだった自分。けれど、もう違う。私はもう逃げるだけじゃない。世界は広い。危険もある。でも、それ以上に知りたいことがたくさんある。焚き火の炎がパチパチと弾ける音が、まるで彼女の心のこうなりを映し出すように響いた。ありがとう。カイル、なんかいらねえよ。お前がどんな景色を見つけるのか、楽しみにしてるぜ。その夜、イーナは眠れなかった。心が弾む。胸が熱くなる。見たことのない景色、知らない世界、出会うはずのない人々、それらが頭の中で巡っていた。こうしてイーナは森を出る決意を固めたのだった。続く次回第23話、再会の奇襲劇。